マッチーズワールドへようこそ。先日、僕が所有している iTte の A1TS という折りたたみ電動アシスト自転車のフロントブレーキが故障してしまい、とても危険な目にあったため、前回の動画ではブレーキ一式をシマノのものに交換する様子をお届けしました。今回は、もともとついていたメジャーというブランドのブレーキがどのような原因で故障したのかを調査していきたいと思います。なお、取り外す前に状況を確認したところ、次の5つの知見を得ることができました。1つ目の知見として、ブレーキが効かなくなった際にレバーがハンドルにくっついたので、最初はブレーキワイヤーが切れたのかと思ったのですが、手を離すとレバーは元の位置に戻るため、ワイヤーは切れていないことが分かりました。2つ目の知見として、ブレーキワイヤーをキャリパーに固定しているネジが緩んでワイヤーがずれたのかと思ったのですが、レバーの遊びは特に大きくなっておらず、軽くレバーを握れば即座にキャリパーが動きますし、何よりネジはしっかりと締め込まれていたので、ワイヤーずれの可能性はないことが分かりました。3つ目の知見として、レバーをハンドルにくっつくまで握った時に、キャリパーのアームはほぼ限界まで動いていることが分かりました。4つ目の知見として、ブレーキパッドの脱落や摩擦台がボロボロになっている可能性を想像したのですが、ブレーキパッドに異常は起きておらず、ディスクとのクリアランスも正常でした。5つ目の知見として、ブレーキレバーを握ってみたところ、不可解な動きをしていることが分かりました。映像では微妙なのですが、限界まで握っても、パッドとディスクとの間に少し隙間が空いています。さらに詳細に見てみると、キャリパー動作の半分くらいまでは、パッドとディスクが近づいていくのですが、後半ではなぜか逆に若干離れているように見えます。これらの状況から、今回のトラブルはブレーキレバーやワイヤーではなく、キャリパーに問題があることが分かりました。それではブレーキキャリパーの調査を行っていきます。こちらはリアについていたキャリパーなので、動かしてみても特に異常は見られませんでした。キャリパーのアームを動かすと、ブレーキパッドが密着するまでしっかりと挟み込まれていきます。続いて、問題のフロントキャリパーになります。一見普通に動いているように見えるのですが、アームを動かした時の感触がリアキャリパーとは少し違う印象があり、限界まで動かしてもパッドの間に少し隙間が空いています。試しにパッドの間に指を入れてアームを動かしてみたところ、ストロークの半分くらいでパッドの動きを止めることができてしまいました。アームを最後まで動かしてもそれ以上パッドが閉じないのは明らかに異常です。これではブレーキがかからないのも当然ですね。それでは分解調査を行っていきます。まずはブレーキパッドを取り外すために固定している割りピンを抜きます。個人的にはネジ止め方式の方が好きですが、パッドの脱落防止という観点では振動にも強く確実な方法ですね。割りピンを抜いて押さえバネとブレーキパッドを外します。走行距離はトータル300キロくらいなので、残量はまだ十分に残っています。続いて、キャリパー組み立てボルトを2本外して、キャリパーを2つに分解します。ピストンの表面はこのようになっています。このキャリパーはシングルピストンなので、銀色のピストンのみが動いてパッドをディスクに押し付けることでブレーキをかけています。なお、パッドはピストン側の方が早く消耗していきますが、一定の走行距離で左右をローテーションしていくと、片びりを防いでパッドを長持ちさせることができます。アームを動かすと、ピストンが回転しながら押し出されてくる様子がわかります。高価なキャリパーになると、パッドの当たり面がベアリングによってピストンと一緒に回転しないようになっているものもあるのですが、このキャリパーは回転するピストンで直にパッドを押す構造になっていますね。続いて、ピストンの軸に固定されているアームを外します。アームのすぐ下にはコイルスプリングが入っているので、慎重に外します。
アームにはコイルスプリングの端が入る穴が開いていますね。コイルスプリングとゴムパッキンを取り外します。コイルスプリングは上下で形が異なるため、再度組み立てる場合は取り付け方向をしっかりと覚えておく必要があります。キャリパーからピストンを外します。キャリパーの内部にある3つの突起によってピストンに組み合わされる円盤状のパーツが回転しないようになっています。ピストンと円盤状のパーツを分解します。こちらを外した瞬間にグリスの量が少なすぎると感じました。コストを抑える目的にしても異様に粘度の高いグリスが申し訳程度についているだけではまともな潤滑など期待できないと思います。ボールベアリングの後球がはまっている穴をよく見ると深さに変化がつけられています。アームを介してピストンが回転すると後球の穴が深い方から浅い方に移動することでピストンが押し出される仕組みです。構造は非常にシンプルで一見動作不良を起こす要因があるようには見えなかったのですが、さらに詳細に確認したところピストン側の穴に一箇所後球がかじりつきを起こした痕跡が見受けられました。またピストンの軸には半周だけ円盤状のパーツが強く干渉したと思われる傷が入っていることも分かりました。分解したパーツの状況からこのブレーキは以下の経緯によって動作不良を起こしたものと思われます。1、ピストンを動かす3つの後球に品質の悪いグリスが少量しか塗布されていなかったため1つがかじりつきを起こした。2、2つの後球でピストンを押し出す形となり本来ブレーキパッドを押す力がピストンと円盤状のパーツを斜めに傾けるモーメントになった。3、斜めのモーメントにより円盤状のパーツがピストンの軸に噛み込むように干渉してしまいピストンが途中までしか動かなくなった。4、キャリパー動作の後半で少しだけパッドがディスクから離れるように見えたのは若干斜めになったピストンが回転しながらパッドに接していたことで隙間のでき方が変化してそのように見えた。以上が動作不良に至った経緯だと思われます。今回調査したブレーキのトラブルはピストンを動かす後球のグリス切れが最終的にブレーキが効かなくなるトラブルに発展した形ですが、それ以外にもキャリパー本体とピストンの工作精度が低くガタが大きい点もトラブルの間接的な原因になっていると感じました。本来メカニカルディスクブレーキは壊れる箇所が少なく信頼性が高いはずなのですが、中華製の無名ブランド品にはやはり安いなりの理由があるように思いました。ブレーキの故障は重大な事故につながる可能性があるので、個人的には怪しい中華製のブレーキをこまめにオーバーホールして使うよりも、実績のあるメーカーのものに交換してしまった方がいいように思います。それでは今回の動画は以上となります。次回の動画では、コペンのトランクに折りたたみ電動アシスト自転車を乗せる方法を確立していきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。